こもさばさきです。今日はタイトルにもある通り、みんなに大事なお知らせがあります。ワクワクする？めっちゃ緊張するじゃあ行きます。3から3、2、1、日本に帰ります。イエーイでも今回はいつもの一時帰国とはちょっと違います。ということは日本に本帰国します。イエーイなのかなわかんないんだけど、まずね、みんななんで日本帰るのって思ってると思うので、まずはそこから説明をしていきたいと思います。理由はいくつかあるんだけど、一言で言うとタイミングが今っていう感じです。まず一つ目の理由がののの学校です。ののは日本だと来年で小学校1年生の年になるんですね。日本って小学校に入ると漢字を習い始めるのね。でもともと将来的に日本に帰るつもりはあったんだけど、中学校とか高校の時点で帰ると漢字が読めないとか書けないっていうことが出てきちゃうので、この小学校入学のタイミングで帰った方がののの負担が少ないのかなって思ったのがまず一つ。あとは私の仕事です。今私はレユニオンでコンテンツクリエイターとして仕事をしてるんですけど、もともと私の母がやってる仕事を継ぐ予定だったんですね。でその仕事を継ぐっていうのは大学の頃から後継者として決まってて、でもそれが何年後とかは特に決まってない状態でレユニオンに移住をしてきました。でもその私の母がやってる仕事もこのタイミングで戻った方がいいのかなみたいな感じです今私の周りの友達とかも30代超えてね、ライフスタイルもどんどん変わってきてて、今の働き方とか今後のライフステージをどうするかとかね、こう考える時期になってるわけですよ。なので今までは私は好きな場所で自由に仕事をするっていうのがテーマだったんですけど、今後は好きな人と自由にをテーマに仕事をしていきたいなと考えております。あとはリアルな話をすると、両親の老後とか、今後の問題とかね、私のお父さんがちょっと病気をして手術してとかしてたのね。もう元気なんだけど、で私一人っ子なので、今後の両親のこととか、あとは家の問題とか今のうちに決めておかないと、何にも知らないで残されても嫌だなっていうのがあります。私が一人っ子で孫も一人ののだけなので、今のうちに日本の方に帰っていろいろと思い出作りするのもいいかなって思ったりしてます。であと私19で実家を出てるので、本当にね、親孝行っていうものを本当にしてないのよやばいよね。なのでちょっとそろそろマジで生きてるうちにじゃないけど親孝行したいなっていうのがあるので、それも帰る理由の一つかなっていう感じです。あとはご飯、やっぱね、なんだかんだで日本食がとっても恋しいこっちでも食べれたりはするんだけど、やっぱりちょっとお高めだったりとかもするので、でもこっちのデザートとかフルーツとかめちゃめちゃ美味しいので、それが食べれなくなるっていうのはちょっと寂しいんだけどであとは、のののテイストっていうか好きなものが本当日本のものがすごく多くて、ののって基本的に可愛いものが好きなんですね。海外のキャラクターと日本のキャラクターって可愛さがちょっと違ったりするじゃない。海外のだとさ、可愛いけどちょっとシックでかっこよかったりっていう感じなんだけど、なんかね、こっちの色とかは好きらしいんだけどね、結構派手な原色みたいなやつ。日本のだと本当になんかザ可愛いみたいな、わかる？伝わる？このニュアンスなので基本的にののが欲しいっていうものが全部日本のものなんですよ。だからここでちょっと見つけるのが難しかったりもするので、それも一つで、あとは四季が恋しいレユニオンって基本的に一年中夏なんですよ。レユニオンに来た時は一年中夏だイエーイみたいな感じだったんだけど、基本的にはもう一年中半袖で過ごせるっていう気候なんだけど、冬はあるんだけど、でも日中結構暖かかったりとかもするので、すごい寒い寒いみたいな冬はないのね。やっぱりね、だんだん寒くなってきて冬服に衣替えするのが好きだったりとか、寒いクリスマスとか寒い年末年始が好きだったりとか、こっちに来てから意外と四季楽しんでたんだなっていうのに気づかされました
あと前のビデオでも言ったと思うんだけど、ノノとセドが日本が好きすぎるのよ、本当に。で前のビデオでもノノが日本に帰りたいって言ったら日本に帰るのを考えようかなみたいなことを多分言ってたと思うの。本当今は日本に帰りたい日本に住んでみたい、いつ日本に行くの、日本であれやりたいこれやりたいみたいなことがすごく多いので、このタイミングかなっていうのも一番の理由です。10年セドと一緒にこっちで暮らしてきて、10年間ね好き勝手させてもらったので、今後は日本に帰って好き勝手させてあげるのもいいかななんて思ったりしております。で今後の仕事についてなんだけど、私はさっきも言った通り私の母と一緒に仕事をします。初めの方は一緒に仕事をしていって見て覚えていくっていう感じですかね。で今ね私の母の組織に親友のはるかとか愛とかも一緒にいるのよ。大好きな人たちと一緒に仕事をするっていうのが私の最終目標だったりもするので、みんなで一緒に仕事をするのがめちゃめちゃ楽しみでございます。でセドは今まで通りウェブデザイナーとして日本の仕事はもちろんこっちのクライアントさんも継続でやっていく予定です。でその他にもね、レユニオンの人たちが日本に来た時に日本を楽しめるツアーみたいなのもやりたいなとは考えてるんだけど、日本に行ってどうなるかもわからないので、それがまたできそうだったらお知らせとかしたいなとは思っております。であとはレユニオンと日本をもっと近づけたいっていう気持ちは変わらないので、また何かしらできたらいいなとも考えております。いつまで日本に住むのかなんだけど、マジで決めてません。もしかしたらまたすぐにレユニオンに帰ってきちゃうかもしれないし、日本にずっといるかもしれないし、他のとこに行くかもしれないしっていう感じですね。でも今のところこれでノノが小学校に行ってみてすごい楽しいとかであれば、小学校中学校は日本の学校に行って、高校ぐらいでまた住むところとかを考え直そうかなっていう感じです。今後レユニオンに帰ってくるのかですけど、もちろんねレユニオンにはセドの家族とか親戚とか、あとはお友達たちもいるので、バカンスとかの時期に帰ってこれたらいいなとは思っております。帰ってきた時にね YouTube 見てくれたりとかインスタフォローしてくれてる方とかとオフ会みたいなのもしたいなとは考えてはいるんだけど、来てくれるみんな今後の YouTube の活動なんですけど、このままさきちゃんというコンテンツは続けていくつもりです。基本は今まで通りと一緒なんだけど、日本の生活がベースになるので、もっとリアルな日本の生活をお見せできるかなと思います。あとは一時帰国とかはしたりしてるけど、日本に住むってなるのは10年ぶりなので、新たにあれって気づく文化の違いとか、日本に帰ってびっくりしたりすることもあると思うので、そこら辺もおいおいシェアとかできたらいいなと思っております。で最後に、正直レユニオンに来た当初は本当フランス語も全然わからずで自信もなくて、本当何もできないって毎日悲観してました。正直本当何度日本に帰った方が楽かなって思ったりとかもしてて、でもそれを乗り越えた時に仲良しのお友達もできて、たくさんの方に応援してもらって、いろんな方と一緒にお仕事ができて、日本にいたらなかなか経験できないことをたくさん経験させてもらったなって思ってます。それに私の夢の一つであるレユニオンを日本で広めるっていうのはまだ叶えてないので、そこも私のミッションなのかなって勝手に思っております。これからは私自身10年日本の外で生活をしてみて、いろんな価値観に触れ合うことができたので、今後はその経験を生かして大好きな人たちをどんどん増やしていくのもこれまた楽しみでございます。今回は私とセドの2人だけの問題ではなくて、家族ノノとあと猫2匹も連れていくので、不安とか心配とかも結構あるんだけどやっぱりでもこういう時はワクワクの方が勝ちます。新しいことするのってめっちゃ楽しいじゃんなのでクリスマスにやるイベントが最後ですってお知らせしたのは、この本帰国が決まったからでした。答え合わせ今ここで日本に行く準備のビデオとかも撮りためてるので、猫の手続きとかセドの書類の
手続きとかね、その部分も今後シェアできたらいいなと思っております。Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow.